どうも、クビオです。今、自分の住んでいる富山県の道の駅にいます。かなり山奥にある道の駅上平です。今回の車中生活は時間たっぷりありますので、ゆっくり一般道で道の駅巡りながら車中泊で新潟へ向かいます。富山県の道の駅、全部行けますかね。あさってのお昼までに新潟に着いてないといけません。まもなく日が暮れて夕方になりますので、今日は早めに車中泊して明日の朝からたくさん回ります。せっかくなんでスタンプラリーブック買います。はい、すいません、スタンプラリーブック買いたいんですけど、400円になります。すいません。はい、スタンプラリーブックゲットしました。北陸の道の駅です。こういった道の駅のマップもついていました。目標は富山県全17カ所制覇です。富山県ベスト道の駅、車中泊する人の視点から最後選びたいと思います。駐車場フラットかどうか、騒音、治安、スマホの電波、スーパーなどのショップが近くにあるか、車中泊目線で選びたいと思います。早速一つ目のスタンプありました。道の駅上平。はい、押せました。今日車内のセッティングなんですけど、シャワーも準備しています。温泉併設の道の駅であればそちらの温泉を利用します。そしてこのマルチルームに置いているカセットトイレなんですけど、撤去しラップボンに変えました。これ上の蓋外して簡単に細く折りたたむことができます。でシャワー浴びるときはトイレをこっち側に移動して、ここ全部使えますんでかなり広くなると思います。今回の車中生活でシャワー浴びるのを楽しみにしてます。食事も車内で調理していきます。道の駅で地元の食材を売っていたら購入して調理して車中飯も楽しみます。 LP ガスも積んでますんでガスコンロも使えるんですけど、こういった電気のホットプレートも持ってきました。こちらも使っていきます。そして新たに2箇所 DIY しました。一つはこの電子レンジ変えました。前に設置されていたものは最初からついていた電子レンジなんですけど、消費電力が 1300W ぐらいでした。このキャンピングカーは 1500W まで使えるインバーターが搭載されてるんですけど、このエアコンを使った後切って前の電子レンジ使うとなぜかインバーターから落として止まっちゃうんですよね。なのでこの電子レンジは消費電力 1000W ぐらいなんで、こちらに変えて一度試してみます。一応予備でこのポータブルバッテリーも持ってきました。こちらは 1200W まで消費できます。あとはこのソファーの下にある走行充電器にファンを取り付けました。これがエノジーの走行充電器 60A で充電できるんですけど、夏場とかですね使っていると温度がどんどん上昇してきて 60A でなく 40A、30A と下がってきます。なのでここに USB ファン設置しました。これまだ仮置きで効果があれば固定しようと思います。サブバッテリーには直接つないでなくて、この USB で挿して電源を送るようにしてますんで、これでオンオフできます。手動です。はい、これで風が送られています。それでは道の駅でお土産や食材など見てきます。道の駅上平の駐車場はかなりフラットで、仮眠してもぐっすり眠れそうです。大型車は10台駐車可能で、普通車は57台です。5時半までショップは開いてますが、地元の食材が売っている販売所はもう5時で閉まったようです。今5時10分過ぎです。もう一つ敷地内にお土産屋さんあるんですけど、こちらももう閉まっています。道路側なんですけど、すぐ目の前に高んぼスキー場というスキー場があるようです。車の通りはそんなに多くないんですけど、結構ねやっぱり田舎特有の速度がすごい皆さん速いですね。なんで騒音は結構大きめに聞こえます。レストランがあるんですけど、空いてると思ったらもう全部閉まっていました。道の駅の建物の後ろには庄川という富山県を代表する川が流れています。かなり流れも速くて大きい川です。で、あそこにちょこっとだけ落差 40m の滝が見えています。なんかこうやって全体見るとすごい味がありますよね。3、40年前にたくさんあったドライブインという感じがします。でもちろんこの辺はコンビニやスーパーなどありません。もう日が暮れるんで今日はここで車中泊して明日早く回ろうと思ったんですけど、この近くにもう一軒道の駅ありますんで少しでも回っておきたいと思います。それでは安全運転で行ってきます。ここから山の中を25分ぐらい走って次の道の駅があります。この辺は豪雪地帯で世界遺産の合掌造りの村があります。でさっきなんですけどお店が道沿いにあって、なんと熊の料理を出していました。この辺ツキノワグマ生息しています。夜中とか歩くの怖そうですね。
はい、到着しました。もう山の中で周りは何もありません。いやー、景色最高ですね。車も1台だけですね。ほとんどいません。こちらにも駐車場があります。結構平坦ですね。斜めってません。でも営業時間外なんでショップは全部閉まっています。これすごいですね。世界遺産の合掌造りです。うわ、すごい迫力です。ここトイレなんですけど、すごい綺麗で、なんか和という感じの作りでおしゃれですね。で、ずっとですね、なんかおしゃれな BGM が流れてます。お店もやってないんですけど、これもしかしたら熊対策で流しているのかもしれません。駐車場内は街灯がいくつかあるんで、周り山に囲まれていて真っ暗なんですけど、街灯のおかげであまり怖くないです。この街灯ずっとついてるんですかね。夜中になったら消えそうです。真っ暗な夜道走行するのも怖いんで、今日はもうここで車中泊します。真っ暗になったらかなり怖そうですね。駐車場車1台しかないんで、誰もいなくなったらどうしましょう。とりあえず車中泊の準備します。はい、セッティング完了しました。今日はもうこれお座敷モードにしています。テーブル跳ね上げて、これ寝る用の下に敷く敷きパッドとタオルケットなんですけど、こんな感じで広げたらもうすぐ眠れます。リアに2段ベッドがあるんですけど、エアコンの風が後ろまであんま通りにくいんですよね。まだまだ蒸し暑いので、今日はここで快適に眠ります。道の駅のスタンプなんですけど、この平押そうと思ったらもうショップ開いてなくて入れなかったんですね。で、中にハンコありました。そっか、営業時間内に回らないとスタンプ押せないんですね。外に置いてくれてたらいいんですけど、これは想定外でした。明日の朝、もし空いていたら朝に押します。それではご飯にするかシャワーにするかなんですけど、今日結構汗かいてしまったんで、先シャワー入ってさっぱりします。まずは温水ボイラーでシャワーのお湯温めます。で、スイッチここなんですけど、元栓外開けていませんので先開けていきます。はい、じゃあ LP ガスの元栓開けます。もう真っ暗でびっくりするぐらい辺りは静かです。周りはもう漆黒の闇っていう感じですね。はい、それでは車内のガスの栓開けて、でボイラースイッチを押します。ガスの警報器もつけておきます。いやー、しかし外は真っ暗でもう誰もいなくなっちゃいました。結構怖かったです。でもキャンピングカー内に入ると全然怖くないんですよね。こんな山奥で真っ暗な場所なんですけど、すごいいつも不思議に思います。はい、じゃあシャワーの用意します。ちょっと早いんですけど、シャワー後はもうパジャマに着替えて車内でゆっくり過ごそうと思います。あとはマルチルームをセッティングします。このラップ式トイレラップポンは半手動のラップトイレになります。これが防臭袋なんですけど、これをここのはめるところありますんではめて、で使用後は凝固剤入れて、でこのレバー引きます。でこう引くとここで圧着されます。これが凝固剤ですね。このマルチルーム内電源は来てないんですけど、このバッテリーですね、専用のバッテリーありますんで、これを横につなぎます。こっちですね、ここにあります。挿してで電源オンにすれば使用できます。じゃあシャワー入りますんで一旦はけます。こんな感じですごいコンパクトになります。これならここに置いといてドアを開けることもできます。これでかなり広くなりました。これがカセットトイレ撤去する前の映像です。もうこんな感じでがっちり設置されています。撤去は自分でやりました。うまくできるか不安だったんですけど、
とにかくネジを外していきました。まずはカセットトイレ一番下のネジ、これでも外れなかったんで、上のネジや外れるとこ全て外していって、あとは力ずくで揺らしながら取っていきました。そうするとなんとか自分でも取れました。時間にして1時間ぐらいですかね。不安でしたが自分でも DIY で取れました。なぜカセットトイレをやめたかと言いますと、一つはカセットトイレの洗浄するお水に入れるリンスの匂いです。どうしてもこの車内に軽く匂ってきます。あとは車中泊終わりの汚物タンクの処理です。だんだん腰が重くなってきました。取ってしまえばその2つのデメリットがなくなるので思い切って取ってみました。メリットとしてはまずはこのシャワーの広さですね。これはめちゃくちゃ快適です。前はここのスペースですね。ここで洗ってました。すごい狭かったです。で、この半手動トイレラプポンのデメリットなんですけど、なんといってもコストですね。これ防臭袋は専用のやつで業界代合わせるとなんと200円近くします。なのでちょっと気軽に使用する気は起きません。普段は道の駅やサービスエリアのトイレを利用させてもらって、こういった夜中怖いところですね、あとはツキノワグマなど野生動物が出るところも車内のトイレを使用します。200円でクマに襲われる危険がなくなると思えば安いもんです。あとはこの跡が残ってますね。カセットトイレ外してからネジが開いていたんで、その穴をコーキングで埋めました。今は仮なんで、また今度しっかりきれいに処理したいと思います。このラプポンの土台、プラダなんですけど、これ実はカットしています。軽キャンピングカーに乗せていたんで、少し高さを下げました。で、もう一種類台があって、強化プラスチックみたいな感じで、しっかりとした台があります。で、そちらは台だけ購入できるようなんで、また今度買ってみたいと思います。はい、じゃあシャワー行ってきます。いやー、気持ちよかった。これシャワー浴びた後なんですけど、やっぱりですね、めちゃくちゃ広かったです。これ子供と2人も大丈夫ですね。で、シャワー後の掃除なんですけど、こんな感じで障害物、トイレがなくなったんで簡単に水切りができます。やっぱり仮設トイレは曲線とかすごい多かったんで、なかなか水分が拭き取れませんでした。で、このシャワーカーテンがあるんですけど、全部隠れないんですよね。これないことによって掃除の楽さは全然変わりました。しばらく窓開けて乾燥させておきます。それではドライヤーで髪の毛乾かしたいんですけど、エアコンと併用するとワット数がオーバーしてしまうんで、エアコンを切っていつもは使用してるんですけど、今回ポータブルバッテリーありますんで、ドライヤーはこちらのポータブルバッテリー使います。こちらは U グリーンのポータブルバッテリーです。すぐに使えるようにもうこの延長コードは挿しときました。このクリップタイプの延長コードかなり便利ですね。こんな感じでかけて使用できます。さあ、それではキンキンに冷えたビールといきたいんですが、道の駅なんでこのハイネケンのノンアルコールビールにしておきます。さあ、それでは車中飯にしよう。でも今日は道の駅で何も食材買えなかったんで、もうキャンピングカーに積んでいるインスタントうどんどん兵衛と、この冷蔵庫にあったネギと調味料でなんか創作料理作ってみるか。ダメだ、何も浮かばない。俺にはできない。首をどうした？どん兵衛の神様、どん兵衛神来てくれたんですね。どん兵衛はあるんだけど何も浮かばなくて。たまにはそんな時もあるさ。これを使いなさい。鶏団子、これで何ができるんだ。本能のままでいい。思い浮かんだものそのまま作ってみろ。今の俺にできるかな。おっさんになってからがほんまの冒険や。楽しめ楽しめ楽しめ。やってみるか。まずは麺を粉々に砕く。
ぐらいになったら再びカップに戻して少し水を含ませる。お揚げさんは細かくカット。ネギもカット。ここに刻んだお揚げさんとネギを投入。付属の粉末スープ半分。しっかり混ぜてから鶏団子を投入。混ぜる。揉む。油を敷いて一口サイズに並べていく。8分蒸し焼きにする。あとは串に刺して盛り付けたら完成。どん兵衛のネギつくね棒完成。もうお酒が飲みたくなるようなおつまみ晩ご飯完成しました。それではいただきます。ごちそうさまでした。それでは洗い物して片付けていきます。ホットプレート洗う前にさっきこの重曹配合のウェットティッシュ、こちらで汚れを落としていきます。ある程度大きい汚れはこれで取っておいて、排水タンクはあんまり汚れないようにしていきます。今回使用したこのホットプレートなんですけど、上が取れます。なんでこれ丸洗いできます。これは嬉しいですね。そしてかなり深いんで、これ油跳ね横に飛び散りにくいです。で、この2人いますんで、こんな感じで蓋したら蒸し焼きみたいなこともできます。よく見たらちょっと隙間空いてるんですよね。なんで、ここに普通は蓋に穴開いてるんですけど、これは穴開いてません。この横から水蒸気が適度に逃げてくれます。ちょっとホットプレートが大きくて、シンクにこれ入らないですね。斜めにしないといけません。でこれで洗っていきます。あとこのホットプレートなんですけど、意外と消費電力が少なくてマックス 600W でした。なのでこのエアコンと併用して使ってもインバーターの許容はオーバーになりませんでした。深型のホットプレート以外にもう一つこういうのもついてきました。これ焼肉プレートですね。真ん中は穴開いてます。でここにお水をセットして焼いていくと油が全部落ちていくみたいです。なので明日の夜はこれで何か焼きたいですね。煙も少なそうです。それでは寝る準備して歯磨きします。はい、一瞬で完成しました。これでいつでも眠れます。今車内の温度が 25.2 度、外気温が 25.6 度ですね。じゃあちょっと27度にして眠ります。はい、明日の朝アイスコーヒー飲みたいんで氷作っておきます。道の駅って特に用事もなく寄っても楽しいですね。どんな建物なのか、どんなお店があるのか、どんな景色の駐車場なのか、地元の方や旅の方、どんな人たちが集まっているのか、立ち寄るだけで楽しいです。今回最終目的は仕事の用事ですが、初めて行く場所多いのでワクワクして楽しいです。おっさんになってからが本物冒険ですね。明日もたくさん冒険したいです。
おはようございます。もうめちゃくちゃ静かで家買っていいぐらい爆睡しました。いやーなんかすごい疲れが取れました。今日は長時間運転するんで頑張れそうです。エアコンもしっかりついてますんで快適です。今現在の外の気温が 32.1 度、中の温度は 27.4 度です。サブバッテリー残量は 65% です。思っていたより減ってましたが、今日長時間走ります。で走行充電でバッテリーまた溜まると思います。新たに取り付けた走行充電器に向けて送る冷風ファンですね。こちらの効果を試すにはバッチリです。それでは朝のセッティングして目覚めのコーヒー飲んでパパッと出発します。このタオルケットと敷布団はまた今日使えますんで、この状態のまま畳んですぐにまた使えるようにしておきます。はい、一瞬で完成しました。じゃあコーヒー飲みます。いただきます。朝ごはんなんですけど、そんなにお腹空いてなくて、今日はたくさん移動したいんで、朝昼兼用でもうちょっと後でいただきます。これ昨日いただいた道の駅のマップなんですけど、今この平にいます。で次はこのリガって書いてトガっていう場所ですね。ここに向かいます。でここ直では行けなくて、なんか山一つ越えるみたいです。このトラックナビによりますと58分結構かかりますね。やっぱこれ直で行けないんで、この回り道をするようです。でもう一個ですねルートあります。これ近いんですけど24分になりました。ただこれは推奨の道路じゃありません。トラックナビは高さ制限や幅広いとこを選んでくれて、トラックが走りやすい道を選んでくれます。推奨ルートだと1時間近くかかります。早い方のルートで行ってみます。これが吉と出るか京都出るか、今日も冒険が始まります。着替えてこのスタンプラリーのスタンプ、道の駅で押せそうだったら押していきます。うわ、空気が美味しいです。昨日は周辺真っ暗で怖かったんですけど、朝はもう絶景ですね。ただ街灯は24時間ついてましたんで、道の駅の駐車場内は明るめでした。スタンプラリーの看板ありましたね。じゃあ2つ目の道の駅平スタンプゲットです。ちょっとお土産チェックしてから出発します。はい、道の駅平さんありがとうございました。すごい静かで、何より仮眠の質を大事にされる方はおすすめな道の駅です。さあどんな道が待ってるんでしょうか。ここ左行くんですけど、あれダメですね。全面通行止めになってます。この先都外は行けません。あらら。でも少し迂回したら行けそうですね。もう一個のルート1時間かかるルートよりかは早いみたいなので、一回そっち行ってみます。こっち行けますね。かなり急な坂になっています。でも景色は絶景ですね。うわー、ここすごいな。絶景です。やっぱりこういった景色に出会えるのが車中生活、旅の魅力ですね。でもなんかここ罠がありますね。イノシシや害獣がたくさん出るようです。心配していた道幅なんですけど、もう中央線はうっすらありますね。これ2車線あります。問題なくキャンピングカーでも通行できます。よかったです。はい、到着しました。駐車場はなんとこれ市役所です。
南砺市役所戸賀市民センター、2019年に休業していたそうですが、2021年にここに移転してリニューアルオープンしたそうです。道の駅と郵便局が合体しています。もうこんな感じで観光地というよりかは市民の方、現地の方の生活の拠点になっている感じです。はい、道の駅戸賀スタンプゲットです。地元の特産物も売ってますんで、お土産買っていきます。でもショップの奥の方にこれカフェがあるそうです。なんか友達の家みたいですね。この辺スーパーも何もないので、この道の駅のショップの中に生活必需品やお酒なども売っていました。地元の方の生活を垣間見ることができる面白い道の駅ですね。じゃあちょっと缶コーヒーでも飲みながら先に進みます。わ、すごい、こんなところに虫が入っています。蜂もおります。どうやって入ったんでしょう。はい、じゃあ今から山を降りていきます。今富山県の西側の山の方にいますんで、まずは西側の道の駅全て行きます。富山県の西半分を五西と呼びます。東側は五島です。で、今から行くところは富山県でも僕も大好きな風景、三居村のある南砺市と砺波市の道の駅に行きます。三居村とは散らばる住居の村と書きます。その名の通り一つ一つ家が離れてるんですね。特に南砺市、砺波市はほとんど三居村で絶景が広がります。くねくね道をずっと走ってきて、山を抜けたらすぐにあった道の駅です。駐車場はすごい広くて開放的です。こっちの駐車場はもうほとんど傾斜がないですね。向こうの端の方はかなり傾斜があります。駐車位置に気をつければ車を平行に保てます。道の駅稲見スタンプゲットです。ここからすぐ横 2,3 分で道の駅昭和はありますんで、そちら向かいます。ほんとすぐ到着しました。で、間もなくですね、Zoom で大事な仕事の打ち合わせがあります。道の駅でスタンプをしたら車内で仕事します。ここの道の駅は幹線道路沿いになりますんで、今までと全く雰囲気が違って街中の道の駅という感じです。比較的建物も新しくて綺麗ですね。あ、なんか忘れ物あります。これ GoPro のマイクアダプターですね。誰か YouTube やっていたんでしょうか。道の駅に届けてきます。道の駅昭和スタンプゲットです。涼しい。車出るときにエアコンつけといて正解でした。今日曇りなんですけど、外気温が 34.1 度と高めです。はい、じゃあネットつながりますんで、ここでズーム会議します。大事な打ち合わせなんで、しっかりとした服で会議します。よいしょ。よろしくお願いします。はい。はい。はい、いただきます。ごちそうさまでした。はい、それでは再出発します。いやー、ゆっくりしていたら時間が遅くなってきてしまいました。富山県の道の駅結構多いんですよね。ただ富山県自体がコンパクトなので、道の駅同士も近くて回りやすかったです。車中泊に適しているベスト道の駅選びたかったんですが、まだ5つしか回れていません。今回車中泊させていただいた道の駅も自然が豊かでかなり良かったんですが、残り11カ所回ってから決めたいと思います。新しい道の駅や味のある道の駅まだまだあるので、ぜひチェックして皆さんも富山県の道の駅へ遊びに来てください。そして今回カセットトイレ外して手動ラップポンに変えましたが、大正解でした。自分にはこのスタイルが合っています。帰ってからカセットトイレのタンクの処理しなくていいのは気が楽です。何よりシャワーが本当に快適でした。もう前の狭いマルチルームでのシャワーには戻れないです。これからは親子2人でも入れそうです。キャンピングカーでシャワー入るのより楽しみになりました。カセットトイレ撤去なんですけど自分でもできました。
作業は1時間ぐらいあればどなたでもできると思います。ネジ外せるものは全て外すとトイレがグラグラしてきます。最後取り外すとこだけ少しコツがいる感じでした。揺らしながら外せば取れます。トイレ撤去一本の動画で撮っていたのですが、マニアックすぎると思いメンバーシップ限定で公開しました。興味ある方はぜひメンバーシップチェックしてみてください。概要欄にリンクあります。ただトイレ問題発生しました。今回導入したラプボン SH1 なんですけど、プラスチックの段ボールで耐久性がありません。プラスチック製のラプボン PF1、 こちらの台だけ注文できたという方が YouTube 上で情報発信されていたので、プラスチック製のラプボン PF1 の台に交換するのを前提で今回手動ラプボンの導入を決めました。早速自分も販売元である日本セーフティーさんへ台だけ購入できるか問い合わせてみました。するとメールの返信で PF1 をお持ちの方で破損した方は台だけ購入できますという返答が来ました。プラスチック段ボールの SH1 持っているんですけど台だけ購入できませんかと返信すると連絡が返ってこなくなりました。なのでもしかしたら PF1 の台だけ買えないかもしれません。これは誤算でした。前は購入できて今は購入できないと方針が変わったのかもしれませんので、同じように SH1 持っている方は注意が必要です。ラプボン公式サイトの通販ページに行くと SH1 の台だけ2860円で購入できるようなので、万が一今のラプボンが壊れた場合はこちらを購入したいと思います。そしてですね、倉庫を調べているうちに新たなコンパクトなラップトイレ発売されたようです。ナッツ RV さんから新発売されたルーシールと言います。これ折りたためるのでかなりコンパクトになります。自分のキャンピングカーには理想です。しかも手動ではなく自動ラップトイレなので後処理が楽です。値段も11万8800円なので今までのラップトイレより安くコストも下がったようです。重量が 7.7kg と軽量、持ち運びも容易です。バッテリー内蔵型なのでマルチルームに AC コンセントがなくても使えます。もうこれだと思いました。早速購入しようと思ったんですが、よく考えるとラップの予備替えのラップが Amazon で今のところ買えないようなので、ナッツ RV さんへ行かないといけません。自分の近くには店舗ありません。なので除外することになりました。そしてまた新しいラップトイレ、今度は日本セーフティーさんのラプボンサニーが発売されるようです。こちらは11月発売なので間もなくですね。ナッツ RV さん同様にコンパクトに畳める。値段は12万1000円、重量は 7kg とさらに軽いようです。ただバッテリーは内蔵されていなくて AC コンセントから電源を使用します。オプションでモバイルバッテリーから電源使用できるケーブルもあるようなので心配はなさそうです。そして何よりラップポン系は Amazon などネットで予備のラップなどが購入できるので備品がなくなっていっても安心です。これかなり良さそうですね。これを第一候補にしたいと思います。そして今回の旅からお試しで導入した走行充電器用のファンですが、かなり効果ありました。走行充電器の温度が下がるので充電の量も増えます。この辺は次回の動画で詳しく検証します。そして全ての道の駅行けるでしょうか。車中泊ユーザー目線での富山県ベスト道の駅も次の動画でお伝えします。ぜひチェックしてください。それではご視聴ありがとうございました。いきます。せーの。